皆さんこんにちは、時丸です。今日はお金がなくても満たされる哲学について話していきます。ラジオ感覚で聞いてください。まず満たされる感覚というのは収入、つまりお金よりも欲望の総量と注意の向け方で決まると言われています。これは古代から現代における哲学や思想の中で言われていることで、共通することが3つぐらいあって、1つ目は欲望の原因を見極めて軽くしていく。そして2つ目は注意を整えながら今この瞬間を味わっていく。そして3つ目は自分の価値とつながりを生きていくっていうことです。だいたい欲望とかお金とか執着とかそういうことについて考えてきた哲学とか宗教はだいたいその3つがベースになっています。今日はその3本柱について簡単に話していきたいと思います。まず1つ目、欲を軽くするということ。まず最初に出てきたのは紀元前300年ぐらいに出てきたエピクロスですね。このチャンネルでも何度かエピクロスについての話はしていると思います。エピクロスはまず欲望の種類を3種類に分けました。一つ目は自然でかつ必要な欲望。これには素朴な食事とか水とか睡眠とか友情、そのようなものが当てはまります。で、二つ目は自然だけど不自然な欲望。これは豪華さとか、あるいはその過剰な楽しみとか、あとは豪華な旅とかですね、そういうものを彼は例として挙げています。そして三つ目は自然でない欲。これには地位とか名声とか他人が行う評価みたいなもの、そういうものが含まれます。一番最初に挙げた自然かつ必要な欲求っていうものは満たして良いものとされています。つまり必要最低限の食事とか水とか睡眠とか友情とか愛情とかね、そういうものは満たしていい欲求とされている。で、二つ目の自然だけども不要な欲求っていうもの、例えば豪華さとか、あまりに豪華な食事とか、豪華な旅とかですね、そういうものはほどほどにしましょうっていうふうに言っています。そして三つ目に挙げた不要な欲望に関してね、これ地位とか名声を求めることとか他人の評価によって自分を考えることとか、そういうものは不要な欲求だと。それはもう手放す方が心は軽くなるっていうふうに言っています。そして紀元前300年ほどのアテナイで出てきたのがストア派ですね。いろんな人がいるんですけど、ゼノンとかポセイドニオスとか、あとはマリクス・アウレリウスとかですね。自分も何度か本を読んでいます。で、そのようなストア派は自分でコントロール可能かということを考えています。これどういうことかというと、例えばその他人の領域とか他人の思考とか、あとはその天気とか災害とか、そういうふうな自分でコントロールできないものってこの世の中にたくさんあるんですね。名声もそうです。他人の声もそうです。反応もそうです。で、そういうものは線引きをしようっていうことを考えました。一方で、知恵とか、自分のその正義感とか、あとは勇気とか、あとは自分をコントロール、律することとかね。そういうことに関しては自分でコントロールできる領域です。で、ストア派は基本的にこれに集中することを説きました。多分それは徳を積むということでもあるんですけど、自分自身のできる範囲に集中する。それによって外に欲望を求めることがなくなるので、もう自分のことだけにね、集中していけると。で、もちろんその自分のことに集中する、あるいはそのコントロールできる領域だけに集中するっていうことで、それができない時とかに、そのちょっとした欲望とかコンフリクトが生まれてくるとは思うんですけど、それでも、やっぱり他人のね、自分がコントロールできないことを気にしているよりかは、その方が欲望の種類というか欲望の重さみたいなものが軽くなるということになります。で、欲を軽くすることについて重要なことを言ったのがやっぱ仏教ですね。紀元前5世紀頃に北インド、そしてネパールの周辺で釈迦が仏教という宗教を開いています。一言で簡単に表すには時間が足りないんですけど、ごく簡単に言えば、仏教は苦しみの原因は欲望すること、割愛することにあるとしました。つまり自分がこうありたいっていう執着みたいなものが欲望の原因になっていると。で、有名な言葉で、したいっていうものと、あと八正道っていうものがあります。で、したいというのは、苦、住、滅、道という、その4つからなっていて、苦というのは、つまり生まれて、そして老いて、で、病気、そして死ですね。そういうふうな苦しみのことを指します。で、住というのは先ほど挙げた4つの苦しみの原因となるものです。で、滅というのはそのような苦渋を取り去った後に残る境地。
ですね。で、最後の道というのは悟りの境地に達するまでの修行のことを指します。つまりそのような死体とか、あと八正道っていうね、実践を用いて苦しみから自分を解放していく。自分がこうありたいという欲望を見つめながらそれを手放していく実践が仏教だということができます。そして紀元前4世紀頃の中国で出てきたのが道教ですね。これはもう老子とか宋子とかみんな学校で習うような有名な二人です。で、この道教思想で有名なキーワードがやっぱり樽を知るってことですね。よく知足って言われるもの。その仏教にも知足っていうのはあるんですけど、基本的に道教から来ている。この樽を知るっていう言葉は、その名の通り自分の満足度のラインをちゃんと知っているっていうことと、で、その足りている瞬間を自分が見抜く力みたいなもの、そういうものを養うっていうこと。それ自体が、それに気づけること、それに気づけること自体が一つの富であるっていうね、そういうふうな考え方を道教ではしています。そのように欲望を手放すような実践っていうのが、まず欲を軽くしていくっていうね、実践がまず一つ目に来ます。で、その後に必要なことは、注意を整えていく。集中していくっていうことですね。で、心を満たすためには、先ほど話した欲望を手放していくっていうことと、集中していくっていう2番目のフェーズが大事になってきます。で、集中の方法はいろいろあるんですけど、まず一つ目有名なのはフロー理論です。で、フロー理論というのは、ハンガリー生まれの心理学者、チクセント・ミハイという方が1960年ぐらいに、提唱した理論です。で、これは簡単に言えば、自分が持っている技能とか技術に対して、少しだけ難しい課題に取り組むことによって、そこにものすごく集中することができるっていうふうなことです。時間感覚が薄れて、で、そこにものすごく集中することができて、満足感が得られるっていう、実践、理論みたいなものですね。で、この感覚はもうすでに知ってる方多いんじゃないかと思いますね。なんとなくないですかね、皆さんも。趣味とか、新しい習い事とか、で、ちょっと難しい勉強とかテスト、そういうものをしているときに、自分の集中力がものすごく高まっていて、いつの間にか時間が過ぎているっていう感覚。で、自分の場合は、この YouTube で喋ることが自分にとっては難しいことなので、やっぱり集中していると、いつの間にか終わってるとか、いつの間にか時間が過ぎているってことがあります。あとは仕事で撮影をしていて、結構難しい現場だったりとか、難しい条件とか案件の場合、そういう撮影を考えて組み立てていて、現場で動いている時なんかは、もう一瞬で一日が過ぎ去ったりしますね。で、そういう状態をフロー状態ということができると思います。ポイントとしては、ほんの少しだけ難易度を上げるってことですね。あまりに自分にとって簡単なことをするというのは、そこまで集中力が続きにくいとされていて、少しだけ自分のレベルとか技術よりもちょっとだけ難しいことに挑戦してみる。それを集中してやることによって、いつの間にかフロー状態に入るということができます。他に集中するための手段としては、いつも話しているヨガとかね、あとは禅とか、そして瞑想、特にヴィパッサナー瞑想なんかは、自分の集中力を高めることに役立つとされています。アシュタンガヨガもフローというね、フローヨガって言われたりしますけど、それは先ほどのチクセントミハイのフロー理論とは違う意味のフローではあるんですけど、つまり流れていくっていうか、でも同じような結構意味が被ってダブルミーニングであるようなところはありますね。ずっと同じような動き、シークエンスを同じ呼吸のリズムでやっていると、完全にゾーン状態というか、フロー状態に入った脳の感じになっていると思っていて、で、その動くことそのものが瞑想になっているような形。だからアシュタンガヨガに関しては、それが動く瞑想と呼ばれたりするんですけど、呼吸と身体感覚に集中することによって、自分の感覚とか意識みたいなものから、ちょっと違うところにいるような感覚が得られます。で、仏教から来ているヴィパッサナー瞑想も、同じようなことで感覚を集中させて自分の体の部位に感覚を集中させながら瞑想していくっていう行為なんですけど、で、それもやっている間に、あっという間に時間が過ぎて、ここを生きている、この瞬間を生きているっていうか、で、この瞬間を生きているってことさえ、飛ぶような感覚があると思うんですけど、ただ、それ自体が、やっぱりそこまで集中していることが、今を生きるってことなんじゃないかなと思いますね。で、不思議とそのような、ヨガとか禅とか、ヴィパッサナー瞑想とか、そういう実践をしていると、欲望に対する感覚も薄まってきます。自分の欲望に対して客観視できるようになるので、これは自分に必要ないんじゃないかなっていうところが見えてきますね。で、そのような集中のトレーニングをすればするほどに、そういうところが見えてきます。それから集中力を保つのに役立つのは、デジタルミニマリズムですね。間違いないです、これは。これもう何度も話しています。飽きるくらい。で、先ほど話したフロー理論とヨガみたいなもの。そういうものの土台にあるのが、やっぱデジタルミニマリズムだと思いますね。で、先にそのデジタルミニマリズム、つまり土台を整えることによって、その上に瞑想だったりとかヨガとか、
フロー理論が乗ってくるっていう風な感じになるので、この3つをやっぱりこう総合的に複合的にやっていくことが全体的な集中力を高めることに役立つと思います。で、何度も話してますけど、デジタルミニマリズムというのは完全にそのデジタルデバイスを使わないっていう方法ではなくて、自分が意識するものとか集中するものをスクリーンの時間に対して注意を払って、本当に自分が必要なものだけを再結成するという風な考え方です。だから基本的には根本的にはそのミニマリズムの考え方が根底にあるってことですね。ミニマリズムも結局そうで、全てを捨てるってことがミニマリズムではありません。自分が本当に必要なものを見極めていく。自分が心地よく生きるためのストレスなしで生きるためのツールであるから、ミニマリズムっていうのは本当に人それぞれの形があるし、人の数だけ種類があると思っています。それとデジタルミニマリズムも結局同じで、自分に必要なデバイスとかツールとかアプリケーションっていうのはもう本当にもう違うので、ただあまりにも今はその自分の本当に必要なものを見極められないくらい、サービスとかアプリケーションがあったりとか、あとはデバイスの数があるっていうこと。だからそれらをちゃんと見極めて自分が必要なものだけに集中して、デジタルに対するアプローチを再結成していきましょうよっていうことですね。で、これらの集中の要素を簡単にまとめると、フロー理論というのは基本的に外に向かうための実践です。自分が何かやっていること、何か生み出すものとか実践していることとかコミットすることに対して集中していくことなので、それは外に対する集中ということができます。で、二つ目に挙げたヨガとか瞑想とか禅というものは自分の内側ですね。外ではなくて内側に向かっていく集中です。だから集中の方向性がちょっと違います。外と内側っていう感じですね。で、そしてそのデジタルミニマリズムはそれらの集中、外と内に対する集中を支える土台であるということです。これを整えることによってその集中力、二つの集中力がうまく働くようになってきます。で、心を満たすために必要なこと三つ目が価値を作ること、つながりを作ること、そして成長することですね。この三つです。で、よく生きることとか、徳を日々積んでいくことっていうことを言ったのがアリストテレスですね。アリストテレスにおける幸福というものは、日々の反復によって自分の中で身につけて、それを外に貢献していく、徳を積んで貢献していくっていうことでした。自分が行ったことで、その結果がどうなるかっていうことよりも、毎回毎回の判断の局面において、自分がちゃんと正しい行いをしたかっていうことが、重要視されました。これは結構創作をする際にも同じようなことが言えて、で、自分たちの身の回りの現代においても、学ぶことはすごい多いなと思います。実際その有名になりたいとか何かを成すためにやるのではなくて、その毎回やってることを自分が作っているものとか自分が発信していることがちゃんと誰かのためになっているかってことを考えるっていうこと。で、そのような反復が結果的に他者への貢献になって、それが自分自身の幸せにつながってくるっていうことです。満足感につながってくるっていうことです。あとは私たちが持っている日本文化とか日本の美学ですね。わびさびみたいな美学も価値を作ることとかつながることとかに関連しています。わびさびというのは本来的に完全主義とか完璧を目指さずに不完全なものを味わっていくっていう風な意味があります。それは欠けていることだったりとか何もないこの余白だったりとか、あとは年月が経ったその経年変化の味わいとか、そういうものがよくわびさびだと表現されたりしますよね。で、日本にはやっぱり金継ぎっていう文化があったりとか、欠けたグラスとかをね、ちゃんと修復して、そこを模様つけてね、修復したものに新しい価値とか美学を見出すっていう風なことがあったりとか、あとその使い込まれた道具とかね、そういうものを大切にする行いとか習慣とか、そういうものもあったりしますね。で、ミニマリズムというとやっぱりどうしてもその整えるとか完璧主義みたいなところに陥りがちなんですけども、でも何かを作ることであっても生活であっても、あまりその完璧を求めないとこにこそ、その整えすぎないことにこそ、生命感というかな、人間らしさみたいなものが立ち上がってくるし、で、余白ですね。やっぱカチカチに埋めないほど、予定もそうですけど空間もそうです。カチカチにギチギチに埋めないほど、本質みたいなもの、自分が何をやりたいかとか自分とは何かみたいな本質が立ち現れてくるっていうことです。で、そういうふうな日本的な美学ね、わびさびとか空白とか空間とか、そういうものは移ろいやすくて不完全なものが多いですけど、そういうふうな不完全さを受け入れられるようになればなるほど、そういう所有欲とか、誰かと比較することとか、そういうものから自由になることができると思います。で、それはつまり自分の心の充実感みたいなものにつながってきます。はい。ということで、お金がなくても満たされる哲学ということで、主に3つの柱を挙げてきました。1つ目は欲望をちゃんと見つめて軽くしていく。で、2つ目は注意を整えて今この瞬間を味わうこと。で、3つ目は自分の価値とつながりを生きていくっていうこと。で、これらは実際に実践するにあたり、お金は全くかかりません。しかし実践すれば
必ず満足感とか心が満たされるような感覚を得ることができます。でもなかなかこれを1日でやろうと思っても難しいかもしれません。だからやっぱり日々のルーティンとか日々の習慣に落とし込んで、意識して落とし込んでいくことによって、徐々にですね、ゆっくりじわっと満たされるような幸福感、そういうものが出てくるんじゃないかなと思っています。で、よくある落とし穴としては、お金がなくても満たされるっていうことで、貧困ですね。お金がないことをロマン化していくっていうか、美化していくっていうことは、よく陥りがちなことだと思います。だからお金がないってことが、美しいというか、美学みたいな感じに行き過ぎてはいけないってことですね。なぜならやっぱり最低限のお金があることによって、健康とか、生きるための安全とか、そして人間関係とか、そういう生活の基礎が築かれるからです。で、自分がやりたいことに対して必要な出費とか、投資も出てくるでしょう。だから完全にお金がない状態だけで満たされるっていうことは、もちろんできるんですけど、それはお金がないことを美化することではないっていうことですね。あとはやっぱりお金というのは数字で測られることですので、他人と比較するということが起きます。これも落とし穴です。特に今はインターネットでそういうふうな他者のお金とか資産が可視化されるような時代ですので、それによって、比較によって自分が苦しむっていうことが至るところで起きていると思います。だから比較しないこと。で、もう一つ危険なのはリバウンドですね。欲望のリバウンドみたいなものが起こることもあります。だからこれは禁欲のしすぎによって起こることですね。お金がなくても満たされるのだからお金を稼ごうとしない。で、自分の生活を極限までね、エクストリームにミニマルにしすぎて、自分みたいに。で、本当にやりたいことをやらないとか、食べたいものを食べないとか、そういうことをずっとやっていると、やっぱり欲望が溜まっていきます。見えない欲望が。つまりそれは禁欲することなんですけど、その禁欲によって反動がきます。それでむちゃくちゃ中華屋に行ってね、ラーメン、半チャーハン、海鮮丼、唐揚げみたいなもの全部もう自分が食いたいものドカ食いするとかね、そういうふうなあまり禁欲しすぎると反動が出てきたりします。買い物をしなさすぎて、もう何ヶ月もノーバイチャレンジ成功して、よっしゃ買わなかったってなったけど、年末になったらもうドカンと全部ボーナスをつぎ込んで、自分が欲しいものを全部買ってしまうみたいな。そういう反動が起きやすいですので、あまりに禁欲のしすぎには注意して、で、ちゃんとそれを自分で客観視して見つめていくってことも大事ですね。自分はあまりに無理をしすぎていないか、そういうものを見つめていくっていうこと。で、それを見つめたり気づくことに役立つのが、先ほども話したやっぱり自分自身に集中していくこと。瞑想とかヨガとか禅とかそういうものが役に立つこともあります。なので今日話したことを実践する場合はあまり無理せずにやってみてください。で、今日の話をまとめると、心が満たされるっていうのはまず足を知ること。そして自分の注意、意識をコントロールする技を身につけること。そして価値あることを実践し他者に貢献していくこと。そういう感じになると思います。今日の話をもっと深掘りしたオリジナルの原稿は自分のコアメンバーシップの方で書いてますので、ぜひチェックしてみてください。少ないものでより作っていく、その実践やアイデアを共有しています。それから毎週土曜日には私が書いているジャーナルのサマリーだったりとか、近況報告とかを書いたニュースレターを発行しています。こちらは無料で購読できますので、ぜひ購読してみてください。まだチャンネル登録をしてない方はぜひチャンネル登録をして、また次回もこのホワイトボックスに遊びに来てください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画で。チャオチャオ。